まずはゆうさん、F3J 世界選手権におめでとうございます。ラジコングライダーファンの皆さん、りょうのファンの皆さん、そして日本全国の皆さん、りょうです。いつも屋外でフライト動画を上げているのですが、今回は室内で動画を回しています。その理由はなんと、私の師匠でもあり、F3K 日本選手権4連覇のゆうさんがイタリアで開催された F3J 世界選手権で、なんと世界2位おめでとうございます。何がすごいって、日本人前人未到の3位以内入賞なんです。この結果だけ見ると、すごいで終わってしまいます。今回は、ゆうさんの世界選手権の活躍を、このりょうの独断と偏見で、どれだけすごいのかというのを3つのポイントでぎゅーっと絞って紹介していきたいと思います。今日はラジコングライダーが何なのかわからない方にも分かりやすく解説していきたいと思っていますので、最後までご覧ください。ポイント1、決勝へのボーダーラインは 99%。 まず驚くのが世界選手権のレベルです。今回決勝へ進んだのは30人中わずか9人。そのボーダーラインは得点率 99% 以上という超ハイレベル。今回予選決勝ともに13ラウンドを戦い抜かなければならない中で 99% の得点率ってすごくないですか？皆さんどうでしょう？得意科目でも連続でやって平均99点以上を取るのって難しくないですか？つまり1回のミスで決勝進出はできなくなるんですね。では F3J が何を競う競技なのか言ってみたいと思います。 F3J はプロペラなしの無動力機でウインチで上空へ発降させるんですね。フライト時間と着地点の正確性が点数化されて、その合計がスコアになります。10分間の作業時間を含めてウインチラインから機体を切り離された瞬間からフライト時間がスタートします。いつまでもウインチから機体を切り離さずにいると高度は取れるのですが、フライト時間が短くなるので、いかに早くラインから機体を外して上昇をきれいに乗せるかがポイントになります。このバランスが重要で、最終的にはフライト時間は 0.1 秒単位で勝敗が決まります。でも作業時間10分を超えてフライトしたらアウトで0点なんです。着陸は100点満点で、ターゲット地点から離れるごとに減点されていきます。これがとても難しい。最後の着地点で数十センチの差が勝敗を分けるんです。そんな世界でユウさんは戦っていたということになります。そして世界の猛者たちとギリギリの極限の中で戦って成果を残したということになります。ポイント2、ライバルと共に戦う競技。 F3J をはじめラジコングライダー競技は一人では勝てません。パイロットとそれをサポートする助手の2人がタッグを組んで一つのフライトを作り上げます。そして面白いところは、ライバルが自分の助手になることなんです。時にはライバル、時にはバディ。さっきまで順位を争っていた相手が次の瞬間には右へもっと流してと自分のために全力でサポートしてくれるんです。お互いをリスペクトし、最高のフライトを支え合う、そんなところが他のスポーツにないところでとても魅力的なとこなんです。そして今回ユウさんは団体戦では日本代表でありながらニュージーランド代表の選手と共に戦いました。国境を越えて力を合わせ非公式にはなりますが、団体戦でも2位、女子からの風やサーマルの情報、残り時間などわずかなコミュニケーションの差が勝敗を分けます。言葉の壁を越えて意思を通わせ、同じ戦略を描きながら戦うこともこの競技の大きな魅力なんですね。どうでしょうか？ここまで世界選手権のレベルの凄さやラジコングライダーの魅力伝わっていますでしょうか？それではポイント3つ目に行きたいと思います。国境を越えた信頼の絆で挑んだ世界戦。
今回もう一つ伝えたいことがあるんです。ユウさんが世界で挑んだその隣にはジョーさんがいたと思います。ニュージーランド代表のジョーさん。ジョーさんはグライダーのレジェンドと言われる人で、ユウさんがとても尊敬しているパイロットです。僕も会ってみたいです。ジョーさんは残念ながら決勝には進出できなかったのですが、ユウさんの相談役として最後まで一緒に戦いました。まさに国境を越えた絆で挑んだ決勝です。僕がとても尊敬している2人が参加したこの世界戦はとても特別な思いで結果を見ていました。この世界戦は国境を越えた絆で臨んだ世界戦、そしてユウさんが栄えある2位という素晴らしい結果を残した今回の世界選手権。そこには技術だけではなく、人とのつながりや信頼の力がありました。これこそが世界戦で戦う本当の魅力なんだと感じました。はい、ここまで3つのポイントに絞って説明してきましたが、今回ユウさんの世界選手権を通して感じたことは、世界2位という結果の凄さだけではありません。その裏には99% の精度が求められる厳しい戦いがあり、仲間と力を合わせてチームワークがあり、そして国境を越えた絆がありました。これこそが世界選手権という舞台でしか味わえない最高の醍醐味なんだと感じました。ただ飛ばすだけではない。技術だけでも勝てない。戦略やメンタル、人とのつながりがあって初めて世界で戦える競技なんだと思いました。ユウさん、本当に世界におめでとうございます。僕も今回感じたことを力に変えて世界に挑戦したいという気持ちが強くなりました。最後まで見ていただきありがとうございました。世界の猛者たちはミスター一回言い直していいよ。ギリギリの極限の中ギリギリの極限の中 OK、 決勝進出はできなくなるんですね